にちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。先日はライブ配信で皆さんと楽しい話をさせていただいて、本当にフィギエモンは幸せでした。本当に思っています。また近いうちにライブ配信をしようと思ってますので、その時は見に来てね。ってことで、今皆さんが一番興味を持っているのが24時間テレビの羽生結弦アイスショーですよね。いいですね。ライブ配信ではどんなプログラムをするのかみんなでお話ししましたが、結局何を滑るのかわかりませんやんという結果でしたよね。そこで今日は過去の24時間テレビアイスショーのプログラムについて振り返っていこうと思います。いいかなと思ってます。でしょ？これを見たらもしかしたら2021年のアイスショーの内容が予想できちゃうかもしれない。本当に？多分。ってことで、早速過去のアイスショーがどんなものだったかを思い出していきましょう。 OK。 羽生選手は2014年から2019年まで毎年この時期に放送される24時間テレビ内でアイスショーを披露してくれていて、今年で7回目になります。すごい。ね。羽生選手が24時間テレビに初めて出演したのは2014年の8月30日のことでした。はい。題して羽生結弦被災地の思いを胸に一夜限りのアイスショー。いいですね。そうなんです。確か私この時から見てたと思います。この時青森県八戸市で生放送で演じたプログラムはでれん。2011年2012年シーズンのフリープログラムロミオとジュリエットでした。っていう考えしかない。ロミオとジュリエットのプログラムを作ったリンクっていうことと、2014年時点での羽生選手の代表プログラムという理由から選んだようですね。大好きなので。私も大好きです。羽生選手が素敵なメガネ男子姿で被災地を巡ってる映像は記憶に残ってる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ありがとうございました。私もね、なんかこの時の映像は羽生選手の素が見えた瞬間があった感じがして、そういう意味でいいなって思ってます。演技後の笑顔が今よりも少し少年っぽいっていう感じがしませんか？羽生選手は今が老けているっていうわけでは全くないですけれどもそれでも月日を感じるお顔だななんて思いましたね。OK。 この年は唯一観覧募集があったようで、私もねそれ知ってたら絶対応募したのになって思わずにはいられません。後悔してももう遅いので、これからはチャンスを逃さずに行こうと思います。いってらっしゃい。ってことで次の年2015年はどんなプログラムでどこでしたんでしょうか。被災地の思いをつなぐ羽生結弦アイスショーと題して福島県の仮設住宅を訪れた時に交流した人たちを招待しアイスショーが開催されました。この年はなんと2つのプログラムを東大和スケートセンターで披露してくれていました。そのプログラムとはでれん。このシーズンのエキシビジョンナンバーである天と地のレクイエムです。そしてもう一つのプログラムは着物のような鮮やかな衣装が印象に残っている花になれです。天と地のレクイエムは東日本大震災で亡くなられた方へ向けた曲ということですので、そういう意味で羽生選手はここで披露するプログラムとして選んだのかなと思いました。 OK。 2ヶ月前の6月に開催されたファンタジーオンアイスショーですね。この2015で披露したばかりの天と地のレクイエムを
そういう意味でシンプロを披露してくれたっていう意味合いも少しあるのかなって思いましたね。どっちも僕らしさが出てるかなと思います。そうですね。もう一つのプログラム、花になれは、諦めなければきっと明日はやってくるという希望のメッセージが込められた歌です。そのメッセージを届けたいという思いで選んだのだと思います。かなり。どちらもメッセージ性が高いプログラムを選んでいるっていう印象ですよね。 OK。 ということで、次は2016年の羽生結弦被災地に愛を込めて生アイスショーです。急にこの年は華やかな印象のタイトルがついていて面白いなって思いましたね。なんでこんなタイトルがついていたかというと、じゃん。くまモンとコラボレーションした星に願いを披露したからじゃないでしょうか。羽生結弦アイスショーは大反響だったので、この年も2つのプログラムを披露してくれました。一つは熊本地震で被災したスケート少女たちとくまモンとの表情コラボレーションである星に願いをです。このアイスショーはリアルタイムで私見てましたが、羽生選手はくまモンや少女たちに混ざっても一番可愛い笑顔がやばいって思いながら見てましたよ。なるほど。急にそんなにクールになられるとギャップ萌えしちゃうよね。ちょっと。で、もう一つ披露してくれたプログラムはホワイトレジェンドでした。でね、この時の会場が埼玉アイスアリーナだったんです。フィギエモンの住むダ埼玉なんですよ。本当に？これくまモンとのショーは録画でしたが、ホワイトレジェンドは生放送だったんで行こうと思っちゃいましたよ。はず。結局迷惑行為になるかなと思ったのでやめましたけどね。実はこの日はダ埼玉は大雨だったんですが、雨の中たくさん人が来ているんだろうなって想像しながら生放送を見ていました。 OK。 そう、このリンクは私が手首を怪我したリンクだったんで、複雑な心境でこの映像を見ていたなっていうことを思い出しました。あのリンクに羽生選手が来たって思うと、私の方が行ったのは早かったにしろ、なんだか嬉しい気分になりましたよ。お疲れ様です。ってことで、次は2017年です。じゃあ行きますね。夢のアイスショーと題して、この年はコラボプログラムのみ披露してくれました。そのプログラムとは、じゃん。郷ひろみさんとのコラボレーションで言えないよです。この時は羽生選手が喘息を小さい頃から患っていることを告白し、同じ喘息と診断された羽生選手に憧れる少年に自らの演技を披露するという形でした。で、またこの年も会場は埼玉アイスアリーナだったんですよね。アイスショーは録画でしたけどね。はい。この日は全館貸し切りになっていたので、一般では入ることはできませんでしたが、あの場所に羽生結弦がいるって思うと、なんだかめちゃめちゃ嬉しかったのを覚えてます。やばい、楽しい。このリンクは1年ぐらい前だったかな。浅田真央ちゃんに会ったっていう知り合いの娘さんの話を聞いたり、スケーターが多く訪れる場所なんですよね。僕もそうだと思います。知らないけど有名スケーターはたくさん目撃されてるんじゃないかなって思います。かなり。特に世界選手権が近くでありましたから、練習に来てたっていう情報がたくさん出てるかもしれません。なのでってことで、次は2018年です。 OK。 2018年はなんと羽生選手が滑る前にディズニーオンアイスっていうね、なんとも豪華なアイスショーでした。羽生選手がリンクインした時、ミッキー、ミニー、グーフィー、ドナルドとハイタッチしている姿が本当に夢の中っていう感じで、
わーって思ったのを覚えてます。この年はホームリンクであるアイスリンク仙台に被災した方々を招待してノッテステラータ、これを披露しました。この時も録画でしたね。はい。しっとりとしたノッテステラータの演技とホワイトの羽がついた衣装が本当に美しくて、2014年初出演した時の演技と比べると本当に上手くなったなって言いたくなるぐらい染み入る演技でした。ありがとうございます。この時観客の方たちの手には羽生くん金 V2 おめでとうって書いてあって、やっぱり2連覇した後は違うなって思っちゃいましたね。こんな風に24時間テレビだけを振り返ることを今までしたことがなかったので、なんかほんといいものだなって思いました。どうも頑張って。そう言われてるような気分になりましたよ。 OK。 ってことで次は2019年です。この年は私にとってとても印象的なアイスショーでした。いいですね。羽生結弦と松任谷由実が共演、被災地北海道に春よ来いと題して、ピアニストの清塚信也さんと春よ来いの松任谷由実さんの生歌で滑るというすごい企画の回でした。被災地の北海道の方に春を届けたい、そういう思いでこのコラボナンバーを披露してくれました。もちろん春よ来いはピンクの天女スタイル、ひらひらふわふわするあの羽衣が人間じゃないものに見えてしょうがなかったですね。そしてこのプログラムの演技中に枠外に浅田真央さんの顔が出ている時があって、それがまた豪華だな、美しいななんて思ったりして見てましたね。すごい。そして去年2020年はじゃん。コロナウイルス拡大の中で24時間テレビっていう感じだったので、リモート収録にて24時間テレビのオープニングコールを羽生選手は務めました。そしてこの時コロナになってから羽生選手が何を実際にやっていたのかを初めて語ってくれたんですよね。勉強してました、ひたすら。そうなんですよね。この時初めて羽生選手の卒論が紹介されたのを思い出しました。羽生結弦オリンピック2連覇の裏側というこの動画でも、羽生選手の卒論、フィギュアスケートにおけるモーションキャプチャー技術の活用と将来展望、選択した理由をね、詳しくお話ししていますので、よかったらこちらの動画も見てみてくださいね。 OK。 まとめると、24時間テレビ羽生結弦アイスショーのプログラムは2014年ロミオとジュリエット、2015年天と地のレクイエム花になれ、2016年くまモンコラボの星に願いをホワイトレジェンド、2017年郷ひろみさんコラボの言えないよ、2018年ノッテステラータ、2019年松任谷由実さんのコラボ春よ来い、2020年リモートインタビューと、こんな感じになりますよね。あとは何だろう。まとめてわかることはこんな感じですかね。1、コラボの場合は羽生選手のプログラムとは限らない。2、ショート、フリーのプログラムを使用したことがあるが、各1回ずつで使用率は低め。3、エキシビジョンのプログラム率が高い。4、ディズニーキャラクターとハイタッチした経験はあるのに、プーさんとコラボしたことがない。5、過去2回だけ2つのプログラムを披露している。この結果から想像すると、あなたはどんなプログラムだと思いますか？
ライブ配信の時に2019年ファンタジー・オン・アイスで披露されたクリスタル・メモリーズではないかというお声が多く上がりました。なので改めてこのプログラムを私見てみたんですが、今回の24時間テレビの相性にぴったりだなっていうふうに思えてきましたというのも誰かとコラボするっていうね噂が今回あって、トシさんとのコラボではないかっていう仮説が成り立つんですよね。僕もそうだと思います。でしょ？そして何よりクリスタルメモリーズの歌詞にはこんな一節があります。目の前にそびえる高い壁、それにはきっと意味がある。欲しいものがあるならば必ず乗り越えることができるはず。これは羽生選手が今シーズン掲げているテーマ、すべての壁の先の光へという言葉にもつながります。逆に言うと今シーズン滑らなくていつ滑るんだろう、そんな気がしますよねってことでフィギエモンの予想はクリスタルメモリーズということにさせていただきます。 OK。 24時間テレビが終わった後にこの動画をご覧になる方も大勢いらっしゃると思うので、外れたらちょっと恥ずかしいんですが、こんなリアルなフィギエモンの考えが皆さんに共有できてちょっと楽しいです。 OK。 では今日は大好評今週のファンニューライフをお届けしますね大好評って自分で言っちゃうんだけど、これも一羽生ファンがどんなことをしているのかっていうのを皆さんに楽しんでいただければなって思ってます。今回ご紹介するのは以前羽生結弦スマホスタンドの時に軽くご紹介した別名羽生結弦化粧品であるコーセーのアクティライズゴールデンスリーピングマスクです。これはこんな感じで金箔と柚子の香りがするナイトパックなんですね。このチャンネルでよくコメントをいただくプーイテザさんから使い心地をね教えてくださいって私言われてました。でこのナイトパックは羽生結弦化粧品って言われるぐらいなので、ちょっとねどんな感じか気になってる方はたくさんいらっしゃると思います。テクスチャーはこんな感じ。ジェルっていうぐらいなので割とサラッとした感じです。見た目も透明なので重くない感じですね。で私このナイトパックを10回ぐらいかなしてみました。はい、実際に使ってみた感想を5つにまとめました。1、夏のこの季節に使用してもベトつかず気持ちいい使い心地。2、金箔はつける前はすごく感じるけど顔につけてしまうとどっかに行ってしまう感じ。3、使うたびに気分が良くなる柚子の香り。4、羽生結弦肌に近づく感覚はほんのちょっとだけある。5、使ってもあんまり減らない。私このナイトパックを実は2つ買おうとしたんですが買わなくてよかったですね。ほとんど減りませんから。私羽生選手のように小顔でも何でもないので誰が使ってもねそんなに減らないっていうのは一緒だと思いますよ。いいですね。羽生選手を感じながら眠りにつきたいって人はそのお手伝いはしてくれる化粧品じゃないかなと思います。
ちなみに私は乾燥気味の普通肌です。肌はとっても強いので、敏感肌のあなたはちょっと違う感想になっちゃうかもしれないので、その辺は一個人の感想として聞いてくださいね。ということで、今日はこの辺で。いかがでしたでしょうか？楽しかったですか？今日は24時間テレビの過去プログラムについてご紹介してきました。2021年、プログラム何やるかあなたは予想できたでしょうか？またね、次は楽しい動画をアップする予定ですので、次の動画をお楽しみにしてくださいね。この動画が良かったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後に、プーさんと一緒に東北ハウスの青森県弘前公園の桜を見ながら終わりにしたいと思います。ひげもんでした。さようなら。